こんにちは、近藤機関です。今回は、ウクライナ戦争によってロシアが失った兵士、兵器、軍事施設、そして国家としての軍事力について考察していきます。ロシア軍は、現在も戦い続けています。しかし、その代償として、膨大な人員と兵器を失いました。今回のシリーズでは、オリックスをはじめとする公開情報をもとに、ロシア軍がどれほどの損失を被ったのかを分析していきます。よろしければ、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。それでは本編です。第1章、ロシア軍総損失の概要。ウクライナ戦争は、ロシア軍へ第二次世界大戦後最大級の損害を与えました。ここでは、ロシア軍全体がどれほどの損失を受けたのかを俯瞰して見ていきましょう。近藤機関では、ロシア軍の損失を地上戦力、海上・海中戦力、航空戦力、人員、ミサイル戦力、軍事施設の6つに分類します。2026年6月14日時点において、オリックスや各種公開情報をもとに集計した主な損失は次の通りです。地上戦力です。戦車4397両、装甲戦闘車両2414両、歩兵戦闘車6437両、装甲兵員輸送車733両、エムラップ63両。航空戦力です。固定翼機とヘリコプターを合わせ、数百機規模の損失が確認されています。海上・海中戦力です。黒海艦隊機関モスクワを含む水上艦艇や潜水艦が失われています。ミサイル戦力です。巡航ミサイル、弾道ミサイル、無人機が大量に消費されています。人員です。ロシア軍の人的損失を正確に把握することが容易ではありません。ロシア政府は詳細な死傷者数を公表しておらず、各調査機関やシンクタンクが独自に推定を行っています。その中でも信頼性が高い情報源の一つが、ロシア独立系メディアのメディアゾナと BBC ロシア語版による共同調査です。両社は公開された死亡通知、新聞記事、SNS 投稿、墓地データ、地方自治体の発表などをもとに、実名が確認できたロシア兵の死亡者数を集計しています。2026年6月2日時点で確認された死亡者数は22万5019人です。内訳は、正規軍兵士が19万37人、受刑者部隊が2万5479人、2022年9月以降に動員された予備役兵が1万9037人、PMC が2766人となっています。ただし、この数字は、実名と死亡事実を確認できた人数のみを集計しています。そのため、オリックスによる兵器損失と同様に、人的損失における最低確認数と考えるべきでしょう。一方、アメリカの戦略国際問題研究所 CSIS は、戦死者数を27万5000人から32万5000人、死傷者総数を約120万人と推定しています。イギリス情報機関 GCHQ は、戦死者数を約50万人と推定しています。オランダ軍事情報保安局 MIVD は、戦死者数を50万人以上、死傷者総数を約120万人と推定しています。また、ウクライナ軍参謀本部は、2026年6月18日時点で、ロシア軍の人的損失総数を138万5420人と発表しています。カジュアリティーズとは、戦死者だけでなく、負傷者、行方不明者、捕虜などを含めた人的損失の総数を意味します。近藤機関では、各種シンクタンクの推定値と日々の戦況報告をもとに、ロシア軍の戦死者数を55万人と推定しています。また、負傷者と捕虜の合計は戦死者数の 1.5 倍から2倍程度と推定しています。これは、ロシア軍の戦場医療体制や構想能力が西側諸国と比較して限定的であり、救命率が低いと考えられるためです。この前提に基づくと、ロシア軍の人的損失総数は132万5000人から160万人程度になると推定されます。情報源によって対象期間も違いますし、分析方法も違うため、数字には大きな幅があります。しかし、ロシア軍が極めて大きな人的損失を受けている点では一致しています。それでは、第2章から装甲車両の損失を詳しく見ていきましょう。第2章、装甲車両の損失。ロシア軍の地上戦力を支えてきた中核が装甲車両です。戦車、装甲戦闘車両、歩兵戦闘車、
装甲兵輸送車 MRAP が装甲車両と分類されます。ウクライナ戦争によってロシア軍の機甲戦力は極めて大きな損失をかぶりました。本章ではその実態を詳しく見ていきましょう。戦車の損失から見ていきます。ロシア軍は開戦前約3300両の現役戦車を保有していました。また各種軍事アナリストやシンクタンクの推定によると、保管車両を含めた総保有数は1万3000から1万6000両とされています。ただし保管車両の多くは長期保管状態にあり、実際に短期間で戦場へ投入可能だった戦車は3000から4000両程度だったと考えられています。2026年6月14日時点でオリックスにより確認された戦車の損失は4397両です。内訳は破壊3300両、損傷164両、遺棄395両、鹵獲538両となっています。オリックスは写真や映像などの視覚的証拠によって確認できた損失のみを集計しています。そのため4397両という数字は推定値ではなく、確認された最低損失数です。各種シンクタンクや軍事アナリストの推定では、実際の損失は確認数の 1.5 倍から2倍程度に達すると考えられています。つまりロシア軍戦車の実際の損失は約6600両から8800両に達している可能性があります。これは開戦時の現役戦車3300両を大きく上回る数字です。車種ごとの損失を見ていきましょう。 T72 系列です。 T72A 合計損失49両、破壊35両、損傷1両、遺棄2両、鹵獲11両。 T72B 合計損失364両、破壊268両、損傷11両、遺棄25両、鹵獲60両。 T72B3 合計損失379両、破壊251両、損傷13両、遺棄31両、鹵獲84両。 T72B3 オブラジェツ2016合計損失271両、破壊198両、損傷8両、遺棄15両、鹵獲50両。 T72B オブラジェツ1989合計損失117両、破壊89両、損傷2両、遺棄6両、鹵獲20両。オブラジェツ2022合計損失204両、破壊161両、損傷12両、遺棄18両、鹵獲13両。 T72AV 合計損失28両、破壊19両、損傷1両、遺棄2両、鹵獲6両。 T72 ウラル合計損失6両、破壊5両、鹵獲1両。さらに型式不明の T72 系列が259両確認されています。これらを合計すると T72 系列の確認損失は1677両に達します。確認損失1677両は全戦車損失4397両の約 38% に相当します。 T80 系列です。 T80BV 合計損失531両、破壊375両、損傷15両、遺棄42両、鹵獲99両。 T80BVM 合計損失117両、破壊79両、損傷4両、遺棄7両、鹵獲27両。 T80U 合計損失101両、破壊52両、損傷2両、遺棄4両、鹵獲43両。型式不明 T80 合計損失13両。これらを合計すると T80 系列の確認損失は762両に達します。 T80 系列は開戦前に約450両が現役配備されていたと考えられています。確認損失762両という数字はその現役配備数を大きく上回っています。内訳は破壊506両、損傷21両、遺棄53両、鹵獲169両です。 T90 系列です。 T90A 合計損失44両、破壊27両、損傷2両、遺棄3両、鹵獲12両。 T90M 合計損失121両、破壊92両、損傷16両、遺棄8両、鹵獲5両。 T90 系列全体では165両の損失が確認されています。内訳は破壊119両、損傷18両、遺棄11両、鹵獲17両です。開戦前の T90M 保有数は150両前後と推定されています。確認損失121両という数字はロシア軍再生鋭戦車が前線へ継続的に投入されていることを示しています。
T62 系列です。T62M、合計損失153両、破壊106両、損傷4両、遺棄13両、鹵獲30両。T62MV、合計損失41両、破壊29両、損傷1両、遺棄3両、鹵獲8両。T62 系列全体では194両の損失が確認されています。内訳は破壊135両、損傷5両、遺棄16両、鹵獲38両です。T54、T55 系列です。T54、T55 系列、合計損失24両、破壊18両、損傷2両、遺棄2両、鹵獲2両。確認損失4397両。推定総損失は6600両から8800両です。ウクライナ戦争はロシア軍の戦車戦力へ第二次世界大戦後最大級ともいえる損害を与えたのです。装甲戦闘車両の損失について見ていきましょう。装甲戦闘車両は兵員輸送を主目的とする車両ではありません。装甲を備えた車体に強力な武装を搭載し、戦車部隊や歩兵部隊を火力支援するための車両です。ロシア軍では BMPT ターミネーターが代表例として知られています。2026年6月14日時点でオリックスにより確認されたロシア軍の装甲戦闘車両損失は2414両です。内訳は破壊1976両、損傷38両、遺棄123両、鹵獲277両となっています。車種別の損失を見ていきましょう。MT-LB 合計損失1549両、MT-LBVM、MT-LBVM 系合計損失247両、型式不明装甲戦闘車両合計損失392両、その他の装甲戦闘車両合計損失226両。MT-LB 系列だけで1796両もの損失が確認されています。これは装甲戦闘車両全体の約 74% に相当します。装甲戦闘車両の損失はロシア軍が火力支援能力そのものを大きく消耗していることを示しています。歩兵戦闘車の損失について見ていきましょう。歩兵戦闘車は歩兵が乗車したまま戦闘を行うことを目的に開発された装甲車両です。冷戦期、ソ連軍は戦車に随伴する自動車化狙撃兵を車内から戦闘させることを構想しました。その思想から誕生したのが BMP-1 です。西側諸国もこれに対抗し、アメリカは M2 ブラッドリー歩兵戦闘車、ドイツはマルダー歩兵戦闘車を開発しています。2026年6月14日時点でオリックスにより確認されたロシア軍の歩兵戦闘車損失は6437両です。内訳は破壊5165両、損傷159両、遺棄481両、鹵獲632両となっています。BMP2 系列合計損失2061両、BMP1 系列合計損失969両、BMP3 系列合計損失761両、BMD2 合計損失408両、BMD4M 合計損失178両、型式不明 BMP1、BMP2 合計損失354両、その他の歩兵戦闘車合計損失1706両。BMP 系列全体では3791両もの損失が確認されています。また空挺軍が運用する BMD 系列も586両を失っています。歩兵戦闘車6437両という損失はロシア軍機械化歩兵戦力そのものを大きく消耗させたのです。装甲兵員輸送車の損失について見ていきましょう。装甲兵員輸送車は歩兵を安全に戦場へ輸送することを目的に開発された装甲車両です。歩兵戦闘車とは異なり、兵員輸送が主任務となります。2026年6月14日時点で、オリックスにより確認されたロシア軍の装甲兵員輸送車損失は733両です。内訳は、破壊575両、損傷18両、遺棄44両、鹵獲96両となっています。BTR80、合計損失301両。BTRD、合計損失105両。型式不明 BTR80、82系列、合計損失100両。その他の装甲兵員輸送車、合計損失227両。装甲兵員輸送車733両という損失は、ロシア軍の兵員輸送能力だけでなく、
補給能力や指揮統制能力にも大きな影響を与えていると考えられます。MRAP の損失について見ていきましょう。MRAP はマインレジスト&アンブッシュプロテクテッドビークルの略称です。地雷や待ち伏せ攻撃から乗員を保護することを目的に開発された装甲車両です。2026年6月14日時点でオリックスにより確認されたロシア軍の MRAP 損失は63両です。内訳は破壊47両、損傷4両、遺棄1両、鹵獲11両となっています。カマズ63968、タイフーン系合計損失24両。ウラル -63095、タイフーン U 合計損失12両。型式不明 MRAP 合計損失10両。その他の MRAP 合計損失17両。損失100両を超える車種はありません。MRAP の損失はロシア軍の兵員保護能力や特殊任務能力にも影響を与えていると考えられます。今回はロシア軍の総損失と装甲車両の損失について分析しました。以降の動画では下方戦力、航空戦力、無人機、海上・海中戦力、人員損失などロシア軍が失った戦力の全体像をさらに分析していきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それでは次回もよろしくお願いいたします。